お世話になっております。マサルです。この動画シリーズは私から皆さんにいろいろな質問をします。皆さんは質問に答えながらご視聴ください。質問に答えながらご視聴いただくと思考を整理することができるので学習効果がぐっと高まると思います。それでは今回も一緒にお話ししながら勉強を楽しんでいきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。今回の動画は令和7年春応用情報技術者試験5号問題を題材にお話しします。セキュリティ分野の問題ではランサムウェアによるセキュリティインシデントの問題が取り上げられています。ランサムウェアの概要はランサムウェア前編でお話ししています。少しだけランサムウェアの概要を思い出しておきましょう。ランサムウェアとは PC やサーバーのデータを勝手に暗号化して使えない状態にした上で、そのデータを使えるようにするために金銭を要求するソフトウェアのことです。ランサムという言葉は身代金という意味で、金銭を要求するという部分がとても特徴的です。ランサムウェアが出てきたばかりの頃は、データを使える状態にしたければお金を支払えと脅迫するだけだったのですが、最近はランサムウェアによる四重脅迫という言葉があります。これはランサムウェアが様々な脅迫を重ねてより強く金銭を要求してくるということなんですが、皆さんはランサムウェアによる四重脅迫がどのような脅迫なのか覚えていますか？データを復元したければお金を払えという脅迫以外に3つの脅迫を思い出してみてください。ランサムウェアによる四重脅迫の2つ目は、盗んだ重要情報を公開されたくなければ金銭を払えという脅迫。3つ目がランサムウェアに感染したことを利害関係者に連絡されたくなければ金銭を払えという脅迫。そして4つ目が DDoS 攻撃など別の手法で攻撃されたくなければ金銭を払えという脅迫です。四重脅迫の内容はしっかり覚えておきましょう。なお1つ目の暗号化に対しては、適切なバックアップ運用を行うことで被害を減らすことができます。バックアップについては前回の動画ランサムウェア対策バックアップでお話ししています。重大脅威の中で紹介されているのは321ルールを使って適切なバックアップ運用を行いましょうというものです。皆さん、321ルールによるバックアップとは何か覚えてますか？321ルールによるバックアップとは、データをコピーして3つ持ち、2種類のメディアでバックアップを保管し、バックアップの1つは違う場所で保管するというルールですよね。321ルールによってバックアップ運用することで、サイバー攻撃だけではなく、運用時の操作ミスや、あとは災害対策もすることができます。321ルールもしっかり覚えておきましょう。ということで、ランサムウェアによる暗号化に関しては、適切なバックアップ運用で対策をすることができますが、それ以外の脅迫に関しては、バックアップ運用では対策をすることができません。今回はその他の脅迫に関して対策を少し掘り下げて勉強していきたいと思います。では、復習はここまで。ここからが今日の範囲です。一緒に勉強していきましょう。では、ランサムウェア対策について一緒に勉強していきます。それでは早速、重大脅威の資料の中でランサムウェアに対してどのような事後対策をするべきか説明されている部分があるので読んでみましょう。被害を受けた後の対応としてこのように記述しています。適切な報告、連絡、相談を行う。適切なバックアップ運用を行う。複合ツールの活用をする。インシデント対応体制を整備し対応する。このような記述です。そして身代金の支払いと復旧業者の選定についても説明されています。原則、身代金を支払わずに復旧を行う。
身代金を支払ってもデータの復元や情報の流出を防げるとは限らないと書いていますね。では、身代金を支払わずにどうやってデータを復旧するのか。バックアップから復旧できたら一番良いのですが、バックアップが使えない場合、暗号化を解除するための複合ツールを試してみる価値があります。複合ツールに関しては、No More Ransom というサイトで提供されています。このサイトでは、特定のランサムウェイに対する複合ツールが提供されていて、運よくこのサイトで複合ツールが提供されている場合は、暗号化されたデータを複合ツールを使って複合できる可能性があります。なので、ランサムウェアにかかってしまったら、この No More Ransom というサイトを見てみてくださいね。あとは、事後対策ではないのですが、やはり予防策として、ランサムウェアによる攻撃に対して被害を生まないようにする対策が必要です。ランサムウェア対策としてよく出てくるのは、EDR というセキュリティソリューションです。それでは皆さん、EDR とは何か言葉にすることができますか？考えてみてください。EDR とは PC やサーバーなどエンドポイントの不審な動きを検知し、迅速な対応を支援するセキュリティソリューションです。今回の事例でどのように攻撃者は攻撃をしたのか見てみたいと思います。インターネットから攻撃者は P 社内の PC、P に侵入。そこから C 社の管理用 PC である PC-S に侵入して、サーバーでランサムウェアを実行し、データを暗号化しました。今回の事例の中で EDR の導入有無については言及されていませんが、もし EDR が導入されていたら、どのような場面で EDR が活躍するのか想像してみたいと思います。問題文の中では、PCR のログインに利用したパスワードで PCS にリバースブルートフォース攻撃を行ったと書いています。このリバースブルートフォースの動きはまさに不審な挙動だと言えます。今回の場合、PCR から PCS に対してリバースブルートフォース攻撃を行ったようですが、PCR に EDR が導入されていれば、この不審な挙動を検知してその後の攻撃を防げていたかもしれません。また EDR というと PC などに導入するイメージが強いと思いますが、 EDR はサーバーに導入することもできます。サーバーに EDR を導入しておけば、今回攻撃者が行った各サーバーのマルウェア対策ソフトウェアのプロセスの強制終了を検知したり、さらにランサムウェア実行による不正なプログラムを検知したり、あとは問題文の中では出てきていませんでしたが、重要情報を攻撃者に送ろうとする通信など不正な通信を検知したりすることが期待できます。 EDR は製品や設定によって検知するだけではなく、通信プロセスを強制終了したり端末を隔離したりして被害拡大を防ぐ機能もあったりします。 EDR はランサムウェアに対して注目すべきセキュリティソリューションの一つだと言えると思うので、 EDR という言葉もしっかり覚えておきましょう。それでは最後に今回勉強した内容を振り返っていきましょう。今回はランサムウェアによって被害を受けた後の事後対応を説明しました。複合ツールが入手できるサイトを紹介したのですが、何というサイトだったか皆さん覚えてますか？正解は No More Ransom ですね。 No More Ransom は一度見てみると面白いと思うので、皆さん見てみてください。さらに原則ランサムウェアに対しては身代金を支払わないということもお話ししました。その理由は身代金を支払っても〇〇だからです。では身代金を支払わない方が良いとされている理由は何でしょうか？考えてみてください。正解は身代金を支払ってもデータの復元や情報の流出を防げるとは限らないからです。あとはランサムウェアの予防策としてエンドポイントの不審な挙動を検知し迅速な対応を支援するセキュリティソリューションを紹介しました。では
このセキュリティソリューションの名前は何でしょうか？正解は EDR、エンドポイントディテクション&レスポンスの略で EDR ですね。EDR という言葉、しっかり覚えておきましょう。EDR はエンドポイントに利用するものなので、PC だけではなくサーバーでも利用できます。各エンドポイントに EDR を導入することで、不審な挙動を検知して迅速な対応を支援することができます。製品や設定によっては、検知だけではなく、通信プロセスを強制終了したり、感染端末を隔離したりすることによって被害の拡大を防ぐ機能もあります。EDR は注目すべきセキュリティソリューションの一つなので、しっかり覚えておきましょう。というわけで、今回はランサムウェア対策の後編として EDR もご紹介しました。ランサムウェアは本当に影響度が大きい脅威なので、セキュリティを学ぶものとして、ランサムウェアとは何か、どのように感染することが多いのか、予防策は何か、事後対策は何をするべきか、しっかり覚えておくようにしましょう。最後にお知らせです。マサルの勉強部では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択して Discord と YouTube を連携すると参加できます。9月は秋試験に向けた勉強会ツアーも開催しています。オンラインコミュニティのメンバーさんは無料で招待しています。一般参加もコンパスから受け付けています。ちょっとモチベーション上がらないなという方は一緒に勉強しましょう。皆さんのご参加お待ちしています。